今回、リグフレームを買うことにしました。で、なんでかっていうと、今電源とかボードとかマザーボードとか別々になってて、エアダスターでたまに掃除したいんですけど、掃除するときにいちいちコネクターとか外さないといけないですね。で、外したりつけたりを繰り返すとやっぱり壊れるのが嫌なんで、リグフレームだったらもう全部電源もマザーも、グラボも取り付けた状態になるんで、リグフレームごと外に出してエアダスターで掃除ができるとっていうことで、そういう風にします。で、なんで、今直差しでここに挿してたんですけども、ライザーカード経由でとりあえずリグフレームが注文してるやつが来るまで、動作確認したいと思います。で、グラボにライザーカードなんですけども、付属してるこれは基本的に使いませんと。で、なんでかっていうと、ここのグラボのこの一番広い PCI エクスプレスの ×16 ってやつですね。これ基本規格が、75W らしいんですね。で、75W 最大で足りない分を、これ 1660 GTX1660 スーパーなんですけど、足りない分をここの8ピンで補助電力として補うと。で、なんでこっちは基本 75W 最大で供給されると。で、付属してるこれってこの調べてみたら 54W までしか許容がないんですね。なんで基本こっちのライザーカードでこれつなげると 75W 最大必要としてくると。で、ここ 75W 必要としてくるんで、結局ここ、6ピンも 75W が許容で、75W で入れないと、要するに付属してるこれだと、ここは6ピンで 75W 許容してるんですけど、ここは 54W 許容なんで、どうしてもここがあったかくなったりとか、下手するとオーバークロックなんかしてやっちゃうと熱くなったり溶けたりとか、そういうことになるらしいんですね。だからこれは基本使いませんと。じゃあどうするかっていうことなんですけど、これを買いました。これは電源の PCI の電源の方から8ピンでここに入りますと。で、こっち側に両方とも8ピン対応になってますけど、6ピンプラス2ピンみたいな感じで、だからこの8ピンの方を、グラボのこの8ピンの方に挿して、でこの6プラス2を6ピンだけにして、こっちのライザーカードの方に入れると。そうすると、結局許容できるコネクタになるわけですね。で、そもそもこっちこの8が 150W 許容なんで、でこのグラボは定格が 125W なんですけども、まあもっと大きいやつになると、3070とかになるとこの8ピンが2個はついたりするんですね。だからここで足りない分をここで補うということなんで、でこれは 125W なんで、ここは 75W、まあ最大かかると。125-75で、ここは 50W 分だけ補助すればいいことなんですけど、結局これで許容範囲内だということで、付属してるこっちよりは安全だということで、これを使います。はい、つけてみました。こんな感じで、これが8ピンで、これライザーカードについてるのが、6+2 の6ピンだけを挿してます。
でこれが結局これがスプリットされてて、これはもう8ピンで、ATX 電源ユニット4の PCI の電源のコネクタが来てますんで、ケーブルがあるんで、そこに挿せばいいということです。でこれは、マザーボード側に挿して USB でこれと、こっち側がライザーカードですね、つなげばいいと。でマザーボード側なんですけども、これですね、まあここでもいいし、ここでも空いてるところでいいんですけど、まあ他の YouTube チャンネルでも言ってますけど、こう刺しちゃダメよと、火事になるんで、必ずこの向き、ここだったらこの向きで刺すっていうことですね。はい、取り付けました。ちょっと見栄えは悪いんですけども、斜めっちゃって、これとりあえずリグフレームが来るまで応急処置で、ライザーカードの動作確認とがしたかったんで、この状態になってます。ちょっと結束バンドで止めてる、上を2箇所止めてるだけなんで斜めっちゃってて、でさっき言った電源ケーブル、これが電源から来る PCI グラボ用の電源ケーブルと、さっきほど言ってたこのケーブルスプリッターにつないで2つに電源供給してると。でライザーカードの方も 12V と 3. 何 V の LED がついてて正常に動作してますと。ファンも回ってます。で、HiveOS の方でも認識して、もう凝ってる、マイニングしてる状況になってます。はい。今日は以上です。ありがとうございました。